オールドワールド。今回のゲームは古代に焦点を置いた 4X 歴史ストラテジーで、シビライゼーション4のリードデザイナーの方が手掛けたゲームでございます。シブは古代から未来まで文明を発展させて、いろんな国と競い合う感じのゲームだったかな？です。オールドワールドも文明を発展させて勝利を目指すゲームとなります。歴史ファンにはたまらない作品だな。それでは古代の世界に、礼いっちゃおう。指導者を選択する画面か、いろんな古代文明があるぜ。な所持まるでエジプトの動画見て予習したので、今回はエジプト文明で遊びましょ。おい。国ごとに特性や固有ユニットとかありますが、手探りで始めちゃったので適当で。歴史ロマンを予習する暇があったなら、ゲーム操作を予習しとけよ。あと日本語正式対応は6月予定で、これはベータ版でエラー出ますのであしからず。エジプト文明は継戦者や苦手騎兵が強いっぽいかな？引きこもりプレイが好きなので、今回は戦わずクリアを目指すかも。てかエジプトってローマ人とのロマンス外交とか、クレオパトラのイメージが強くて、喧嘩弱そうだよな。まだ操作もろくに分かってない状態から始めるので、今回はロールプレイ重視で遊びましょ。だな。難易度設定は初期のままで、今回は鬼畜難易度でやらんのな。いやテストプレイでチュートリアルもやらずに始めたらがっつりボコられまして。バカなの？いやこの難易度でもしれっと AI は約2個の都市と2個の技術持って開始です。敵の方が発展した状態でスタートか。でも40ターンまでは戦争を布告しないでくれるみたいだよ。いきなりボコられて終了しないなら、ちょっとだけど安心だな。ぶっちゃけこのゲームのこと全然理解できてないので、この難易度でも超きついです。やりながら覚えろー。この物語の主人公はハトチェプスと、亡き夫の王位を引き継ぎ、エジプトの部族を統合した身を導く。彼女には一人娘と内縁の夫、一種のこの二人の後継者がいます。後継者とかあるなら、寿命で指導者もお亡くなりになったりするってことか。そんな感じ。まずは人を築けってよ。いや先にやりたいことが、ハトチェプスと、名前が呼びにくい。おい。偉大なる古代ファラオの名前に改名、猫一世。にゃーん。猫一世、それはエジプト第26王朝のサイスの王、侵入してきたクシュの軍勢により非業の死を迎えたもの。そして何より名前が可愛い。お前が猫好きなだけじゃねえか。てへ。さっさと首都建てようぜ。じゃ都市拠点にしか新たに都市を作れないので、今いるこの場所に首都を設立しましょ。この世界、決められた場所にしか都市建てれないのな。都市を設立するときには種族を選びます。種族ごとにボーナスが色々あるみたい。この勤め助は賢者で研究が得意みたいだぜ。初期の研究力は大事かなってことでトマト家で決定。トマトじゃねえよ、勤めスだ。読みにくい。首都設立と同時にトマト家ボーナスで、公開術の技術を発見。ここ海なしの森のど真ん中だぞ。そして命令のチュートリアル。命令書を使うことで、ユニットを動かしたりの命令ができます。命令書の数が重要になりそうだぜ。今は7の命令書が残ってて、緑の文字が次のターンに回復するようで、命令書を残した状態でターンエンドすると、残った命令書はお金に変換されちゃいます。命令書取っといて後で一気に使うとかできないのな。お次は研究を選択、技術ツリーからランダムで出てくるので、そこから研究を選びます。ランダムかよ。まあ発明ってひらめきだし、不便だけどロールプレイ的には面白いかもな。そしてうっかり選ばず閉じた。操作不慣れってレベルじゃねえぞ。ご安心ください。上に出てくるのでここで選べます。今回選ぶのは政権、都市に国庫が作れ、マップ上に穀物庫が作れるようになります。都市の建物と、マップの地形改善の建物で2種類あるみたいだな。地形改善は労働者が資材使って、数年がかりで建てるよ。なお、一ターン1年でございます。なお、この世界、200ターンで終了します。勝敗はどうなるんだ？勝利点数が下の数字になりまして、これが高い国が勝利になるみたい。マップによって点数変わるみたいだけど、今回は66点を最初に取った場合も勝利。他にも制覇勝利や野望勝利もあるみたいだよ。まあまだ1ターン目も終わってないしその辺は後々考えようぜ。全然進まん。いいよ。お次は首都建てた時についてきた石膏を使って、探索して都市拠点や遺跡を探せとお達し。早速都市拠点発見だな。他国にしれっと占拠されると嫌なので、石膏を待機させてそのうち入植者を送り込みましょ。こちらも最初にもらった戦士、早速移動させてみましょう。石膏が守ってる場所守らせよっかな石膏には探索してもらいたいし、光ってる遺跡も気になるぜ。こちらは都市画面、駐屯地がある場合、統治者を設定することができます。キャラの能力で都市にボーナスもつくみたいだぜ。なかなか奥深い。
とりあえず人だし猫一世でいいだろ。じゃそれ採用って命令書が足りぬ。安定のやらかしでもそんな時でも大丈夫、戻るボタンがございます。確か最大5回まで操作が取り消せます。ギリセーフ。そんなわけで戦士を元の位置に戻して統治者の設定しました。こうして猫一世が使徒はセットの統治者となった。戻ったおかげでまだ命令書に残ってるし、遺跡探索しようぜ。あいよ。英語で読めない。糸かなし。まだ一部日本語化されてないんだったな。お金があれば贅沢品の時期が手に入るイベントだった模様。お金なかったのですぐ却下しちゃったけど、上のバーの資源をクリックすると売却できるので、何か売って時期ゲットすりゃよかったかも。こりゃ選択肢ややれることが多すぎて、何が正しいのかわからんぜ。そして命令書使い切ってから労働者の動かし忘れに気づく。戻るのめんどいからこのままターンエンドで。1ターン目から堂々の適当プレイである。2年目。世継ぎの教育のイベントが発生。なんかちょくちょくイベント発生するのな。こういうの割と好き。よかったな。お世継ぎには賢くなってほしいので、哲学を学んでもらいましょ。理由それでいいの？この時はまだ世継ぎの重要性を理解してないのですじゃ。致し方なし。さてさっき動かし忘れてた労働者に命令出しましょ。近くに天然の塩の鉱脈があるので、そこに鉱山を建ててもらいます。地形改善することで毎ターン2の文化力、ゴールド20と贅沢品の塩が手に入ります。さっきもイベントで時期とか言ってたけど贅沢品って何に使うんだ？士族のご機嫌取りや他国との交渉にも使えるし、都市画面で設定すれば住民の不満を減らせたり色々。お役立ちアイテムさあ石膏よ、西を探索するのだ2ターン目でローマの首都発見。お前ら住むとこ近すぎん。とりあえずローマに取られないように、都市拠点を戦士で占拠。陣取り合戦の始まりだぜ。ここにも都市拠点あるから、ここも占拠してローマに嫌がらせしましょ。この世界ではローマに貸し付かないで済むといいな。ではもう一人の石膏よ、南を探索せよー。資源が拾えるよとチュートリアル。じゃ資源収穫やってみましょ。収穫すると命令書1枚で、和セット20の文化力、数年待てば再収穫もできるみたい。都市の発展がちょびっと進む。猫一世、ローマの使節団から結婚を申し込まれる。だが断る。ローマとの仲が険悪になりそうだな。教育中の世継ぎっ子、芸術に目覚める。勉強に専念しなさーい。教育方針によって、キャラの能力やパークが変わるみたいだな。そして石膏の南方調査に進展あり。部族との遭遇。バンダル、それは民族大移動時代の謎多き部族。部族って割には見た目可愛いな。スオーデンとかの北欧が起源っぽいよ。北欧神話に出てきそうだよな。なお、ローマとかは国家、バンダルは部族、あとバーバリアンは蛮族って感じで、部族は交渉できるけど、蛮族は問答無用で侵略してくるとか微妙に違うみたい。むしろ相手の拠点を占拠して、入植ができるので、我々の方が侵略者になるかも。序盤は国家間より、蛮族や部族を併合する争いになりそうだぜ。お次は専門家についてのチュートリアル。専門家を採用すると産出量が増えて、贅沢品のタイルの場合は贅沢品が使えるみたい。早速塩の交渉に交付採用しようぜ。今は入植者を作りたいから却下。すでにローマ周辺に2カ所予定地あるし、仕方ないか。そして南の石膏はバンダルを避けて探検。ユニットの疲弊。命令書があってもこの上の丸い移動力を使い切ると、疲弊して動けなくなります。なお、赤いアイコンの修練度を100使うことで、命令書倍使うけど強制行軍したりもできるよ。ダッシュで入植したいとか、戦争してる時に役立ちそうだな。西の石膏は、無事ローマ目の前の都市拠点に到着。早い者勝ち。塩の交渉を作り終わった労働者には、今度は採石場を建設してもらいましょ。山の周りが産出量が多そうだぜ。建物建てたりユニット作ったりで、石は重要な資源であります。エジプト文明はボーナスで石を最初から多く持ってるので、ちょびっと序盤有利です。そういうのもあるのな。次のターン、入植者の訓練完了。都市を授ける士族は3士族までで、4番目は利用できなくなるからじっくり選べってよ。始めたばかりでどの士族が強いのかわからん。そうでした。さあ入植者よ新たな都市を築くのだってギリ届かぬ。次のターンには新しい都市が作れそうだな。石膏、新たな遺跡を調査。今回の選択肢は野望が開始できるものがあります。野望ってなんぞ？
野望を10個達成すると勝利になるので、かなり重要であります。達成条件は探索を制定。こちらが法律画面。法律も設定できるのか？そろそろ覚えられなくなってきたぞ。探索の制定にはハンマーアイコンの都市力400と、習字学の発明が必要みたい。野望は指導者がお亡くなりになると異名になり、20年以内に達成できないとペナルティがあります。とかあるけど知らんかったので研究ポイントもらった。素人判断。でもおかげで制定の研究は即完了したよ。なお、研究が終わったことにも気づいていない模様。覚えることが多すぎて頭が追いつかんのじゃ。安定の残念のよつぎっこがペットの猿を溺愛してるってよ。勉強中は猿預かってもらうか？溺愛してるなら引き離すのはかわいそう。猿と一緒に自然についてもっと学んでもらおっと。だがこの猿が後に外交問題に発展したり、お騒がせ猿になるとは、この時の私たちは知らなかった。マジで？そして研究は習字学を選択。それさっきの野望の選択肢じゃ。野望やっときゃよかったよ。意図かなし。政権の研究が終わったので、奴隷か解放か制定できる。エジプト文明だしなんとなく奴隷にしましょ。一ターンごとに命令書がプラス4になって、すべての都市の住民の不満もプラス1になった。では新たな都市を建設しながら今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。適当に決められた奴隷制度に憤る住民、後の大反乱への布石となったことをまだ霊夢は知らない。マジっすか。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。